今回の動画では MG30 に新しく追加になった隠しアンプの音を試していきたいと思います。こんにちは、イサムです。ギター機材を雰囲気じゃなく理解して使うチャンネルです。ニュー X の MG30、こちら発売開始から5年間ずっと進化をし続けてるんですけど、最近ね、キャプチャーのニューラルアンプモデラー NAM の A2 ライトにネイティブで対応するっていうファームが出ました。これがまたすごい進化だったなって思うんですけど、さらにね、驚きで実はニュー X 独自のイメージキャプチャーっていうのかな、イメージのアンプもいくつか入ってるんですね。で、普通にやってたらちょっと触れないやつなんですけど、それについて今日はちょっと解説と音出しをしていこうと思います。で、じゃあ早速隠しアンプの話をしていきます。で、隠しアンプにたどり着くには、まずファームは最新の Gen2 の NAM の A2 ライトに対応しているやつが必要です。なのでこれかな、 6.0.4 で、ポイントは 6.0.4 向けの 2.6.7. なんとかっていうクイックトーンじゃなくて 2.6.2.8 Gen2 になったばかりの時のやつを使うのがポイントです。Gen2 になったばかりの時のやつを使うと、アンプのね、呼び出しが35番 L スターの後、ユーザーアンプ領域が、ちょっと今名前入っちゃった気にしないでください。これ0102だと思ってくださいね。ユーザーアンプ領域が10個あるんですけど、それがアンプの並びというこの番号でいうとね、36から46までそれが入ってるんですよ。36から46までがユーザー領域ですっていうのが、この1個前のクイックトーンになってるんですね。で、その36から46のところに、36から44かなまでの間に隠しアンプが入ってるっていうのが実は今回のポイントになってて、36、37、38は隠れてないんですけど、39からのアンプが隠れてるってことですね。で、それが今ここでまさにね、この右で呼び出すことができるんですけど、38までは一応本体で見れるんで、38のファイヤーマンまでは見れるんですけど、39がこれだと本体だと見えないんですね。39が実はこの右を送ることで、実はそこに PB5150 のイメージが隠れてるってことがわかるんですよ。ということでね、PB の5150が隠れてるってことがこうやって見えてくるんですね。順番にいくと、39が PB5150、その次がメサブギーのトリプルレクチなのかな、 T だから T レクチのモダンチャンネルで、オレンジとレブですね、レブのナックル、ボグナーのエクスタシーブルーチャンネル、レッドチャンネルっていう感じになってます。ちょっとね、いろいろいじってて、イコライザーとかつまみがいろいろ動いてますが、これはこんな感じで僕だったらもはや使うかなっていう感じのやつになってます。で、これ選ぶと一応 NewX が最初から当ててる IR も一緒に変わっていくんですけど、他の IR も当ててみようかなと思うんで、ちょっといろいろ聞いてみてください。じゃあ早速最初からいきましょう。隠れてるやつ PB ですね。PB からいってみましょう。これね、最初ついてるこのスワップダウンってね、あんまり好きじゃないんでね、ちょっと今日はじゃあ全部同じ IR を使うことにしましょうか。入手性が良くて、僕は結構いろんなところで使ってるデビルズラボっていうところの IR、 無料で配布されてるやつあるんですけど、それのね、ちょっと低音強めのマグマってやつを使っていこうと思います。こんな感じでね、折り返しノイズが結構出るんですよね。折り返しノイズって
高音源をチョーキングとかしてる時にピーンってなってるよりも下の帯域でヒョウ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 とかって言ったりするんですけど、それが結構出ちゃってるなっていう、ちょっとデジタルでのハイゲインの時に出るやつですね。だいたい普及価格帯のやつだと出るんで、そんなもんだと思っていきましょう。じゃあ次のアンプいってみましょう。40番は、メサブギトリプルレクチファイヤーモダンチャンネルかな。これもさっきと同じキャビにしてみましょう。結構使いやすそうな音なんじゃないかなと思いますね。では続いて41番オレンジですね。これはこんなもんでいいんじゃないですかね。次42番レブナックルですね。これもね、旅を変えちゃいましょう。最後はボグナーが2つかな。ボグナーエクサシーブル、
感じですね。じゃあ最後に全部一気に聴き比べる感じでやってみましょうかね。はい、原型だけにしよっかな。全部同じキャビで同じフレーズで弾いてみます。はい、という感じでですね、古いクイックトーン、もう一回バージョンを言うと 2.6.2.8 を使うと、ここからアンプを呼び出すことができます。ちょっと名前がねわかんないかもしれないけれど、隠しイメージアンプにアクセスすることが分かってます。でこの隠しアンプを使ったパッチを保存するときには、必ずこのバージョン 2.6.2.8 のクイックトーンを使うようにしてください。そうじゃないとね、最新のクイックトーンとか、あと MG30 の本体だったりするとちゃんと保存できないんですよ。アンプが呼び出せないのかな。なのでこのアンプをしっかり呼び出したいんだったら、このクイックトーンを使って保存するしかないです。なので実際にね、スタジオでアンプにつないで使うみたいな、本体のつまみだけで調整したりするような用途には、これらのね隠しアンプは向かないかもしれないです。保存できないから。なのでレコーディングとか日々の練習とかパソコンと組み合わせて使えるような環境で使っていくのが向いてるんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで今回の NAM の A2 ライト対応は、販売開始から5年が経っても進化し続ける MG30 の、最終形になるんじゃないかなって思ってます。そこにさらにね、もう一つあった隠されたプレゼントとして、これらの隠しアンプいろいろ入ってますんで、楽しんでみてはいかがでしょうか。それでは今回の動画はこれで以上です。今回の動画が面白いと思っていただけるなら、いいねとチャンネル登録、ハイプなどをお願いします。励みになります。それではまた次の動画またはライブハウスでお会いしましょう。それではね、バイバイ。